はい、始まりました。今回はこのシリーズの2色編を締めくくる最後の色となります。はい、アゾリウス。これからアゾリウスの逃走者を始めようと思っている人におすすめの逃走者4体選んできました。これあれですか？はい、とってもソルティーなやつ。いえソルティはカットされましたティーブさんはおすすめされたんですけど、僕はちょっとそれはやめようっつっていやでもほらスーパーソルティーカラーだからソルティは泣く泣く断念してソルティファンもいるかもしれないですけど、はい、ソルティはなるべくカットいたしました、はい、で4体選んできましたんで、はい、紹介させていただきます。まず1体目、永遠王ブレイゴ。あれこれソルティーじゃねみたいなまあちょっとソルティ、はい、で能力説明します、はい、4マナ24飛行でこいつが戦闘ダメージを与えるとあなたがコントロールする土地でないパーマネントを望む数対象としてそれを追放するで、ブリンク一瞬ですると、全部ブリンクしますと、はい、例えばアーカムの転速機、はい、みたいなチップワンドローをいっぱい入れまして、たくさんありますね。たくさんありますよね、はい、チップワンドローが全部ドロー生成エンジンになるという、そうですね、簡単に言いますと、はい、そういうデッキです、はい、で例えばタングルワイヤーとかだからソルティーじゃねえまあそういうことはあるかもしれないんですが、はい、ドローして、はい、ちょいロックして、はい、であとは最終的にはストリオン共鳴体っていうカードがあるみたいなんですけど、2マナのアーティファクトで2マナタップであなたがコントロールしている誘発型能力を1個コピーするなんで、はい、そのブリンクのコピーをすることによって例えばマナファクトが一緒にブリンクされてれば、この2マナっていうのは生み出すことができるんで、こいつがアンタップ状態で返ってくるから、さらにそれをコピーして、という形で無限ブリンクの無限マナ、という形になって、それで普通になんか ETB するものがあれば無限ドローまで行くという形になるんですかね。はい、でそんなんで勝ってくるんですかね。はい、こいつの未来を想像しますと、はい、こいつはもうだってETB 系が増えれば増えるほどそれはねどんどん使えますから、はい、使えますから、はい、だいぶ強いですよね。はい、そして伝統的な逃走者ではありますね。結構やってる人多いですよね。なんか昔からやられてる方で、はい、結構好きだっていうエモい系になりますかね。そうですね、こいつただ例のことETB 封じにはクソ弱いんで、そうなんですねあとファクトとがめにきつい。なるほど、そうなんですね、ただちょっと面白い感じの構成ではありますので、はい、青潮だったらおすすめになります。じゃあ2体目いきましょうか。2体目は五穀鏡ウルザになります。MTG 史上最高のやらかしおじさんですかそうなんですかこいつ出たと結構強いなと思ったんですけどね。そうだね、結構強いかなと思ったんだけど、あんま活躍はしてないですよね。そうですね、はい、3マナの24の一応クリーチャーですよね。はい、あなたがアーティファクトやインスタントやソーサリーである呪文を唱えるためのコストが1少なくなる。めっちゃ少なくなります。全部1少なくなるは強いかなと思ったんだけどな。思ったんだけどな。結構安くなっちゃいましたね。で一応なんか合体できると、はい、ちょっと割愛させていただいてファーストと合体できると。合体することあるんですか一応なんかファンみたいな人が、リストで一応入れてますみたいな大体そうなんだよね。大体ネタで入ってる、夢で入ってるっていうことはよくあるみたいです。はい、でマナファクトも1コス軽減できるじゃないですか。はい、なので2マナファクトがほぼフリースペルになるんで、はい、もういっぱい入れることができると。ことになりますよね。なりますね。なんでそれをいっぱい入れていただいて、はい、でまだでかくなれば天才のひらめきだったり、明日からの引き寄せみたいなので、でかい呪文、でかいドロー呪文、打てたりとかして中ぐらいの抽出からの抽象からの抽象わかんないあれわかんないんだいつも強いですよねあのカード、結構強いと思うけどね。ああいうのとかもだから4マーなんだけど3マーで打てるんで、4が3になるのはちょっと話が変わってくるんだよね。変わってきますよね、中ぐらいのドロー呪文結構強く打てるっていうのもこいつの強さではあるんで、で最終的にどんなんで勝つかって言いますと駒、
一択だと駒一択ですね。駒一択危ないですね駒は追放されることないでしょうけど、ただいいところは駒をサーチするカードを1コス軽減だと、はい、駒も1コス軽減ですけど、そうですね、これやばいですよね。やばいですね。加工だって2マナで加工で2マナで探してきてそのまま0コスで出せるという。確かに神秘の炉も4マナが3マナで打てちゃうんですよね。そうね、めっちゃ強いですよだから結構強いですよね。はい。あとおすすめとしてはカウンターバランスが、駒とカウンターバランスのコンボができるんで、結構強い組み合わせになりますよね。そんな感じでこいつの未来想像しますと、中ぐらいのドロー呪文、これ結構収録されると思うんですよ。そこは割と期待できるところではあります。逆に2マナとかのめっちゃ強いドロー呪文インサートで来たとしても、これ1コス打てますからね。まあそうね。なんで意外とそのインスタントソーサリーっていうのは強くなってく道はあるかもしれないという。意外と城の側とかもね。城の側ね。城の側のでかい呪文とかもいけるかもしれない。城の側の3マナのドローとかって意外と最近のは強いんで。確かにそういうのもいけるかもしれないということになります。で、次の音としていきましょうか。次はうちの動画でもやりました。はい。この辺からカジュアル路線に走ってください平和の世継ぎウィルになります。こいつ結構いいと思ってんだけど僕がちょっと考えたのなんかめっちゃいいっていつも言ってくれるっていうすごい嬉しいんですけど一応能力説明しますと3マナの24警戒で、でタップでこのターンにあなたが白や青である呪文を唱えるためのコストが X 少なくなります。はい、X はあなたがこのターンにゲインしたライフの数に等しいと。ライフめっちゃゲインして、その数分マナコスト減らせると、いうことで結構強いですよね。例えばどんなカード入るかって言いますと、例えばセラの後遺層。セラの後遺層はね普通に入りますよね。そもそも強いしね。強いし。6コス軽減嘘でしょ。さすがにやばいでしょみたいな。1マナで殴って6コス軽減ですよ。で、さすがにヘイト爆上がりしそうだけど僕最近すごいお世話になってるカードありまして、折れた刃ギセラっていう、こいついいんすよ。こいついいっすか。こいつカジュアルだとねバク強いっす4マナの一応能力説明するんですけど、4マナ43飛行先生反根っていう、でもその下にも長い文章ついてると思いますけど、それはフレーバーです合体なんかとするらしいんですけど、それ置いときまして、もうほぼバニラなんですよ。バニラっていうか飛行先生反根っていうね、これがもうカジュアルタクだとお世話になりっぱなしです。とにかく僕ゲインするんですけど、でこのゲインの数が多ければ多いほどいいんで、どんどん反根クレーチャーとかいっぱい並べる構成になると思います。でそこで軽減しまして、そこから追加ターン打っちゃって、フェイダーの君主とか置いて、次のターン迎えれば、アップキープにフェイダーの君主で勝てるとなんちゅうコンボだとなぜか4マナでいけちゃうと。4マナでですよ今何マナの動きやったんですか今のっていうこともできちゃうくらいなね、かなり面白いですかね。面白いです。カジュアル的には面白いですよね。面白いです。でこいつの未来想像しますと、こいつはもう本当に反根呪文反根はどんどんクリーチャーどんどん増えてきますよね。雑についてる最近のカードの方が強い。どんどんライフゲインなんかもう関係ねえなってるからそうライフゲインどうでもいいと思ってないでしょうけど、結構軽視されてるんで、ライフゲインどんどんできるようになってって、あとでかい呪文、白のでかい呪文も、青のでかい呪文も打ち放題になるんで、そうですね。かなりこいつ面白いですよね。面白いのおすすめになります。で最後4体目、こいつもうちの動画でやってるんですが、思考会議になります。能力説明しますと、5マナの08なんだそれケツパンチじゃないです5マナ08、プレイヤーが自分のターン内で2枚目のカードを引くと私がドローする、つまり誰かが2枚目のカードを引いたらこのコントローラーが1枚引けると、でプレイヤー1人が自分のターン内で2つ目の呪文を唱えると、22の騎士が出ると。別にどうでもいいし唱えるやろ唱えますよね。それは唱える。唱えちゃいますよね。これめっちゃ油圧すると、めっちゃ横並びすると、5マナだと。でまずどんな
構成になったかって言いますと、2枚目のドロー、三日月の神みたいなので、絶対2枚目引いてくださいよっていうのを言い出して、そしたら相手絶対2枚目引くから、こっちはワンドローして、どういうことだと。っていうことはめっちゃジャブジャブだということになって、でもちろん手札上下をなくすカードっていうのはふんだんに入れる必要があると思うんですが、手札めっちゃあることによって、じゃあ2枚目止まれるじゃんっていうことになるので、負けが騎士も並ぶじゃん、騎士も並ぶじゃんっていう、すごいコンボ。でもね、これ本当にいいところは、ドローさせてる騎士出てくるだけなんですよね。なるほどなるほど。まあいいかとなると、で例えばおすすめのカードがありまして、知識の愚神っていうカードがあるんですけど、5マナの XX のクリーチャーでして、パワータフネスが、手札の枚数、これがまず強いと、で手札の上限なくなると、強いと。でこいつがダメージを受けるためです、こいつが受けるため、その点数に等しい枚数のカードを引きます。ブロックしたくねえっていう。もちろん立ってる場合はアタックしたくねえっていう。なるほど。まあこっちは盤面騎士が並んでますから、殴りに行ってもブロックしたくねえっていう。ってなるという。なるっていう。かなりいいですよね、これ。これ合ってるよね。いいカード探してくるよね。いいっすよね、これ。これちょっと欲しいな、このカード。で、まあ勝筋の話なんですが、勝筋はフクロウの接近が一番決まりやすいっていう。嘘でしょっていう。本当なんだって。みたいなね、で2番目に勝ちやすい勝ち筋が13思考症っていう。嘘でしょ、しかほぼできないって嘘でしょっていう、殴って勝たないんだっていう。いや、やっぱね、22の騎士なんでね。で22の騎士を強化する手段あるみたいな、あるんだけど、サイズの上がり方とかってそんなさ、一気にドンってならない、あいつ上がってくじゃんっていうことでヘイト買っちゃうんで、あんまり良くないっていう。なるほどね。そうなんですね。なんか変な勝ち筋ですね。まあそれは好みによるかもしれませんが、まあ一応面白い投資になりますね。でまああと未来を想像しますと、こいつはなんかフリースロットが多いみたいで、まあほぼフリースロットだよね、こいつだって。今手札の上限なくすのと2枚目のドロー以外は何入れてもいいっていう感じになるんで、カジュアルでは面白い組み方が好みによって何入れてもいいってなりますよね。自由性のある面白いデッキという、どんどん追加されていくそういうカードもあるでしょうし、いいかなっていう。で青白なんて結構補正があるんで、強いカード出やすいですよね。白の側がね。白の側が、青白っていう色で補正がかかってるパターンあり得るんで、赤白で補正かかるみたいな。赤白の補正は最近えぐいけど、えぐいですけどね。青白も結構強化されてるイメージがあるんで、結構このデッキはおすすめになります。まあそんな感じで4体青白として紹介していったんですけども、いかがだったですか？大丈夫かな？大丈夫でしょう。大丈夫かな？一応2色編がこれで終わりますんで、3色編始まるかもしれない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 。でアゾリウスで、まあ、おすすめのカードがありましたらコメントしていただけるとありがたいのでお願いしますということで、あとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。